朝日に照らされて、黄金色に輝くエッフェル塔の優美なシルエット、世界中から集まった芸術の至宝を静かに見守るルーブル美術館の荘厳なガラスのピラミッド、そしてセーヌ川のきらめきが織りなすロマンチックな光景。ここは誰もが一度は憧れる光の虎ビル・ルミエール。パリです。パリは単なる観光地ではありません。2000年にわたる歴史革命、そして芸術が息づく生きた博物館そのものです。この街にはただ美しい景色があるだけでなく、人々の生活、ファッション、そして食、文化すべてがアートとして存在しています。これから私たちが巡るのはただのランドマークではありません。モネやピカソといった巨匠たちが見た光、マリー・アントワネットが歩いた宮殿、そして世界を変えた思想家たちが議論を交わしたカフェの熱気です。この動画ではパリを初めて訪れる方も、すでに魅了されている方も、パリを最大限に深く楽しむためのルート、見どころ、そして現地で役立つ実用的な情報まで、すべてを網羅してご紹介します。パリの中心を流れるセーヌ川に沿って、右岸と左岸それぞれが持つ独自の文化と魅力を感じてみましょう。さあ、エレガンスと歴史が交差するこの素晴らしい都で、忘れられないロマンチックな旅を始めましょう。想像してみてください。朝焼きたてのクロワッサンの香りで目覚め、石畳の道を歩きながら、歴史的な建物の角を曲がると、突如としてエッフェル塔が目の前に現れる瞬間。パリの空気はそれ自体が魔法です。この街を訪れる旅行者の多くが感じるのは、時の流れを気にせずにただその場の雰囲気に浸っていたいという衝動です。もちろんルーブル美術館で世界最高の芸術に触れることもできますし、シャンゼリゼ通りで高級ブランドのウィンドウショッピングを楽しむこともできます。しかしパリの真の魅力は、有名な観光地から一歩踏み出した場所にあるのです。それはサン・ジェルマン・デ・プレの文学カフェで、哲学を語る人々の声やマレ地区の石畳の路地裏に隠されたトレンディなブティック、そして地元のマルシェで新鮮なチーズとバゲットを選ぶ喜びの中にあります。この旅を通して私たちはパリの持つ多面的な魅力を深く掘り下げていきます。観光客としてではなく、パリジャンパリに住む人々のように街を歩き、彼らの日常の優雅さや生活の芸術を垣間見ることで、この旅は一層豊かなものになるでしょう。特に私たちの動画は日本の視聴者向けに効率的な観光方法とフランス文化への理解を深めるためのヒントを豊富に盛り込んでいます。例えば美術館を巡る際の時間節約術やフランス流のエチケットなど知っておくと、旅が何倍も快適になる情報ばかりです。さあ、カメラと心を開いて世界で最も美しい都市の一つ、パリの旅路にご一緒しましょう。パリの歴史的な中心地であるして、トーイルドラしてと、そこから左右に広がるセーヌ川の両岸、右岸リブ・ドロワットと左岸リブ・ゴーシュの対照的な個性を感じ取ってください。この街は訪れる人々に常に新しい発見と感動を与え続けています。それは古びた石壁の向こうに秘められた物語であったり、突然の雨上がりにきらめく石畳の美しさで
あったりあるいは世界最高の料理を味わう一瞬の至福であったりするかもしれません。あなたの心に残る最高のパリを見つける旅が今始まります。この壮大な旅の始まりに、まずはパリという都市がどのようにして生まれなぜこれほどまでに世界中を魅了し続けるのか、その歴史と文化の背景から見ていきましょう。パリはフランス北部セーヌ川沿いに位置しています。このセーヌ川が町を大きく2つに分けているのです。北側は右岸、南側は左岸と呼ばれ、それぞれが全く異なる役割と文化を担ってきました。右岸はルーブル美術館シャンゼリゼ通り、そして主要なビジネスとショッピングの中心地であり、その多くは壮麗なオスマン建築によって形成された大通りが特徴です。一方左岸はソルボンヌ大学や多くの出版社、そして文学カフェが集まる知識とボヘミアンの地であり、静かで知的、そしてロマンチックな雰囲気が漂います。パリの気候は温暖な海洋性気候に属し1年を通じて旅行に適していますが、最もおすすめなのは春4月から6月と秋9月から10月です。この時期は気温が穏やかで、観光客も真夏のピーク時よりは少なくセーヌ川沿いの散策やカフェでの休憩を心ゆくまで楽しめます。特に夏、6月から8月は日照時間が長く、夜の9時や10時まで明るいため、観光には最適ですが、8月には多くのパリジャンがバカンスで街を離れるため、一部の小さな店舗やレストランが休業することがある点には注意が必要です。パリの歴史は紀元前3世紀パリ市遺族によるセーヌ川の中州現在のしてトーイルドラしてへの入植に始まります。その後ローマ帝国の支配下でルテティアとして発展し、中世にはフランス王国の中心地として政治的文化的な地位を確立しました。しかしパリの景観を劇的に変えたのは19世紀半ばに行われたオスマン男爵による大規模な都市改造でしょう。彼は迷路のような中世の街並みを現代の私たちが目にする広大で整然とした大通り、石造りの均一な建物、そして美しい公園へと変貌させました。このオスマン建築こそがパリのエレガンスと統一感を生み出しているのです。パリはまた世界史における思想と変革の中心地でもありました。18世紀の啓蒙思想や1789年のフランス革命はここパリから世界へと広がり、自由平等博愛の精神を掲げました。こうした歴史的な背景がパリの持つ知的な深みと常に新しいものを生み出すエネルギーの源となっています。文化的な側面ではパリは間違いなく世界のアートの中心です。ルーブル美術館の古典芸術からオルセー美術館の印象派、そしてポンピドゥセンターの現代アートに至るまで人類の創造性の集積地と言えます。そして忘れてならないのがカフェ文化です。パリのカフェは単にコーヒーを飲む場所ではありません。人々が社会生活を営み、議論を交わし、文学者や芸術家がインスピレーションを得るための重要な社交の場なのです。サンジェルマン・デプレにある老舗カフェレドマゴ。
やカフェ・ド・フロールで偉大な思想家たちが座った席に腰を下ろし、通りを行き交う人々を眺めるのも最高のパリ体験の一つです。また、美食、ガストロノミーもパリのアイデンティティを形作る上で不可欠です。ミシュランの星を獲得した高級レストランから、地元の人々に愛される伝統的なビストロ、そして朝のパンの香りを届けるブーランジェリーパン屋に至るまで、食に対するこだわりと情熱は世界一と言っても過言ではありません。パリの街を歩くとき、優雅に着飾った人々や洗練されたウィンドウディスプレイを目にするたびに、ファッションが日常の一部であることがわかります。パリは流行を生み出す場所であり、そのストリートそのものが世界最高のファッションショーの舞台なのです。このようにパリは、歴史アート哲学そして美食が複雑に絡み合い訪れる人々に深い感動を与える他に類を見ない都市なのです。この豊かな文化的背景を胸に、いよいよパリの主要な観光スポットの探訪を始めましょう。私たちは、まずはパリの誰もが知る象徴的な場所から、巡りその後に家族旅行カップル旅行そして芸術愛好家におすすめのディープなスポットへと足を伸ばしていきます。パリ観光のハイライトまずは、何といってもエッフェルとラ・トゥール・エッフェルから始めましょう。1889年のパリ、万国博覧会のために建てられたこの塔は、建設当初は批判の対象でしたが、今や光の塔。パリだけでなく、フランスそのものの象徴です。高さ330メートルを超える、この鉄骨の傑作は地上から見上げるだけでも、その異様に圧倒されますが、やはり展望台から眺めるパリの街並みは格別です。展望台は3段階に分かれており、最上階のサミットからの眺めはもちろん素晴らしいのですが、第2展望台の方が街全体を見渡すにはバランスが良いという声もあります。エッフェル塔を最高の時間帯に訪れるためのコツは、夕日の時間帯を狙うことです。昼間の街並み、夕焼けに染まるロマンチックな空、そして夜になり、パリの明かりが灯る瞬間、これらすべてを一度に体験できます。そしてエッフェル塔のライトアップショーは絶対に見逃せません。毎晩日没後1時間ごとに分間塔全体がダイヤモンドのようにきらめく光を放ちます。写真撮影のベストスポットは、セーヌ川を挟んだ対岸にあるシャイオグーパレド、シャイオのトロカデロ広場プラースドトロカデロです。ここでは、塔の前景とその背景に広がるパリの街並みを完璧な構図で捉えることができます。訪問のヒントですが、エッフェル塔はパリミュージアムパスの対象外であり、チケットは訪問予定日の数週間前からオンラインで予約することが強く推奨されます。当日券売り場は長蛇の列になることが常なので、事前の手配が必須です。次に訪れるのは世界最大級の美術館、ルーブル美術館ミゼ・ドゥ・ルーブルです。もともと要塞、後に王宮として使用されていたこの巨大な建物は、それ自体が歴史的な傑作です。美術館の入り口として有名なのが建築家イオ・ミンペイによって設計されたガラスのピラミッドです。古典的な宮殿のファサードと現代的なピラミッドのコントラストは、まさにパリの歴史と現代アートの融合を象徴しています。
ルーブルにはモナリザ、ミロのヴィーナス、サモトラケのニケといった誰もが知る三大司法をはじめ、3万5,000点以上の作品が収蔵されています。その広大さゆえに初めての訪問で全てを見ようとするのは避けた方が賢明です。訪問の際はあらかじめ見たい作品や展示エリアを絞り込みでの翼イタリア絵画、ギリシャ彫刻などなど特定のエリアに集中することをお勧めします。最も混雑を避けることができるのは水曜日または金曜日の夜間開館の時間帯です。夕方以降は団体ツアー客も減り比較的ゆったりと芸術鑑賞を楽しむことができます。また、ルーブル美術館のチケットもオンラインでの時間指定、予約が必須となっています。これにより、悪名高い入場待ちの列を大幅に回避できます。もし時間に余裕があれば、ルーブルの地下にあるカルーゼルディ、ルーブルのショッピングモールから入場するルートも正面のピラミッドからの入場よりもセキュリティチェックがスムーズな場合があります。続いてはセーヌ川の支店、トーイルドラ支店にあるフランスゴシック建築の最高傑作ノートルダム大聖堂カテドラルノートルダム・ド・パリです。2019年の火災により甚大な被害を受けましたが、現在国家的なプロジェクトとして再建が進められています。2024年末から2025年初頭には再開が予定されており、復興のシンボルとしてその姿を見ることができます。残念ながら内部の見学はまだ難しいかもしれませんが、その外観のファサードやフライングバットレス、飛び張りそして周りの広場を歩くだけでもパリの歴史の重みを感じることができます。ノートルダムから目と鼻の先にあるのがもう一つのゴシック建築の至宝サントシャペルです。ルイ9世によって建設されたこの王室礼拝堂はその2階の礼拝堂が息を飲むほど美しいステンドグラスで壁一面を覆われていることで知られています。1100以上の聖書の場面を描いた15枚の巨大なステンドグラスは晴れた日の正午頃に訪れると光が差し込み礼拝堂全体が宝石箱のように輝く様子を見ることができます。このサントシャペルはノートルダムが再建されるまでパリにおけるゴシック芸術の最も重要な場所として絶対に外せないスポットです。パリの西側へと移動し、シャンゼリゼ通りの終点にそびえ立つのが凱旋門アルク・ドゥ・トリオンフです。ナポレオン一世によってフランス軍の勝利を記念して建てられたこの巨大な門はフランス革命とナポレオン戦争で戦死した兵士たちをたたえています。凱旋門の真下には第一次世界大戦で戦死した無名戦士の墓があり、永遠の炎が灯されています。ここからの眺めはエッフェル塔からの眺めとはまた違った魅力があります。凱旋門の屋上展望台からはパリの中心から放射状に広がる12本の壮大な大通りが一望でき、その直線的な美しさはオスマン男爵の都市計画の偉大さを物語っています。特に夕暮れ時エッフェル塔が点灯を始める瞬間に凱旋門の屋上にいるとまさに夢のような光景を目にすることができるでしょう。凱旋門を訪れる際は周辺の大きな交差点は非常に危険なため必ず
地下道を利用してアクセスしてください。そして、凱旋門から東へ向かって伸びるシャンゼリゼ通りは、世界で最も有名なショッピングストリートの一つです。高級ブランドの旗艦店からカフェ、映画館までが、軒を連ねパリのエレガンスと活気を象徴しています。ショッピングを楽しむのも良いですが、凱旋門からコンコルド広場、プラースドラ、コンコルドへと向かって、この壮大な大通りをゆっくりと散策するだけでも、パリの雰囲気を満喫できます。続いては、芸術愛好家にとって、ルーブルに匹敵する重要性を持つ、オルセー美術館ミゼドール製です。この美術館は、1900年のパリ、万国博覧会のために、建設された壮麗なボザール様式のもと、オルセー駅の駅舎をそのまま利用しています。その建物自体がアール・ヌーボーの傑作なのです。オルセー美術館のコレクションは、ルーブルが収蔵する古典美術と、ポンピドゥセンターの現代美術の間の時代、つまり1848年から1914年までのフランス美術を中心に展示しています。特に5階のフロアは印象派、およびポスト印象派の傑作の宝庫です。モネ・マネードがルノワール、そしてゴッホといった巨匠たちの作品を自然光が差し込む美しい空間で鑑賞することができます。ここでは巨大な駅舎の時計盤を内側から見ることができ、そこからセーヌ川とルーブル美術館を眺める景色もオルセーならではの楽しみ方です。オルセー美術館はパリミュージアムパスの対象です。月曜日は休館日なのでご注意ください。もし週末を避けたいなら、木曜日の夜間開館を狙うのもおすすめです。ここからは、パリを象徴する丘モンマルトルへと足を運びましょう。パリの最高地点にそびえ立つサクレクール寺院、バジリカ・ドゥ・サクレクールは、その名の通り聖なる心を意味し、ロマネスク・ビザンチン様式の美しい白いドームが特徴です。寺院の白い外観は、使われている石灰岩が雨水に触れることで白さを保つという特性によるものです。サクレクール寺院の階段からは、パリ市内を一望する壮大なパノラマビューが楽しめます。特に夕暮れ時は、オレンジ色に染まる街並みがロマンチックな雰囲気を醸し出し、カップルでの訪問には最適です。寺院への入場は無料ですが、ドームへのアクセスは有料です。階段を上るのが大変な場合は、モンマルトルを上るケーブルカー・フニキュレールを利用できます。サクレクール寺院の周辺、特にテルトル広場プラース・ドゥ・テルトルは、かつてピカソやゴッホといった若き芸術家たちが集った場所であり、今も多くの画家たちが観光客の肖像画を描いたり、自身の作品を展示したりしています。ここでは画家とのコミュニケーションを楽しみながら、思い出に肖像画を描いてもらうのも素敵な体験です。ただしこのエリアは観光客が多く一部で、しつこい加入やすりも発生しやすい場所なので、十分な警戒が必要です。家族旅行や歴史愛好家にとってパリ市街ですが、外せないのがベルサイユ宮殿シャトー・ドゥ・ベルサイユです。太陽王ルイ14世によって建設されたこの壮麗な宮殿は、フランス絶対王政の華々しさを今に伝えています。宮殿のハイライトは、豪華絢爛な鏡の間ギャラリー・デ・グラース。ベース。ここで
ヨーロッパ各国からの外交使節団が迎え入れられ、宮廷の儀式が執り行われました。また、宮殿を囲む広大な庭園も必見です。ルノートルによって設計されたフランス式庭園は、幾何学的な美しさと壮大さを誇り、その広大さゆえに自転車やゴルフカートを借りて巡るのがおすすめです。ベルサイユ宮殿へのアクセスは、パリ市内から線を利用し、片道1時間半ほどかかりますので、訪問には丸1日を確保してください。宮殿は月曜日が休館日です。宮殿のチケットはオンラインでの事前購入が推奨されますが、セキュリティチェックの列は長くなることが多いので、朝早くの訪問を心がけてください。パリ・サガンの知的な中心地へと戻りましょう。そこはラテン地区カルティエラタンです。ソルボンヌ大学を擁するこの地区は、中世以来知識人学生そして文学者たちの活動拠点でした。名前の由来は、中世の大学で共通語としてラテン語が使われていたことにあります。この地区には、ボルテールやルソー・マリー・キュリーといったフランスの偉人たちが眠る壮大な新古典主義建築の廟パンテオンがあります。パンテオンのドームの下に吊るされたフーコーの振り子フーコーのペンデュラムは、地球の自転を証明するために1851年から使用されており、科学史においても非常に重要な場所です。ラテン地区を歩くなら、世界で最も有名な英語書店の一つシェイクスピア&カンパニーは外せません。この歴史ある書店は、多くの文学者たちに愛されてきました。ラテン地区は古き良きパリの雰囲気を残す小さなビストロや手頃な価格のカフェが、多く学生の活気と歴史的な静けさが調和した独特の魅力があります。もしあなたが静かな場所で芸術に浸りたいなら、ロダン美術館ミゼ・ロダンの訪問をおすすめします。オーギュスト・ロダンの作品を展示するこの美術館は、美しいホテルビロンの邸宅にあり、考える人ヤセプーンといった有名な彫刻が広大なローズガーデンの中に展示されています。喧騒から離れたこの庭園は、散策するだけでも心が洗われるような特別な空間です。特にカップルや穏やかな時間を求める方には最適です。また、パリの現代美術の殿堂ポンピドゥセンターポンピドゥも見逃せません。1977年に開館したこの建物は、構造体配管エスカレーターといった通常隠されるべき機能的な要素をあえて外部に露出させた異色のハイテク建築として有名です。青空調緑水木電気赤銅線といった原色で色分けされた外部のパイプは、それ自体が現代アートのようです。最上階にある国立近代美術館ミゼナショナル・ダール・モデルヌには、ヨーロッパ最大の現代美術コレクションが収蔵されており、外部のエスカレーターからパリの街並みを一望できます。パリの優雅さを感じながら休憩したいなら、チュイルリー公園ジャルダンでチュイルリーやリュクサンブール公園ジャルダンドリュクサンブールがおすすめです。ルーブル美術館とコンコルド広場の間に広がるチュイルリー公園は、もともとチュイルリー宮殿の庭園でした。幾何学的に整えられたフランス式庭園の美しさが際立っています。一方リュクサンブール公園はサガンラテン地区のすぐそばにあり、
政治の中心であるリュクサンブール宮殿フランス元老院を取り囲んでいます。噴水を中心に子供たちが模型の船を浮かべたり、観光客や地元の人々が緑の椅子に座って読書を楽しんだりする市民の憩いの場です。ここでは誰もが自由に使える緑色の金属製の椅子が置かれて、折り好きな場所に移動してパリの日常生活に溶け込むことができます。旅の疲れを癒すにはセーヌ川のクルーズバトームッシュもおすすめです。エッフェル塔の近くから出港するクルーズは1時間ほどで主要なモニュメントを水上から眺めることができます。特に夜のクルーズはライトアップされたエッフェル塔やノートルダム大聖堂、そしてアレクサンドル三世教ポン、アレクサンドルトロワといった美しい橋を間近に見ることができ、ロマンチックなひとときを過ごせます。このクルーズはパリに到着した初日の夜に街の地理を把握しつつ、ロマンチックな雰囲気も楽しむのに最適です。さらにパリには地元の人々に愛される知られざる隠れた魅力も多く存在します。その一つがカナル・サン・マルタン地区カナル・サン・マルタンです。ジックに位置するこのエリアは運河沿いにトレンディなカフェやブティック、そして地元の若者たちが集まるバーが並び、中心部の喧騒から離れた穏やかでボヘミアンな雰囲気が漂っています。運河沿いを散策したり、水門が作動する様子を眺めたり、週末に運河沿いでピクニックを楽しむパリジャンの姿を見るのは観光地の中心では味わえないローカルな体験です。また19世紀のパリにタイムスリップしたような気分になれるパサージュ・クー・ベール屋根付き通路の探索もおすすめです。ガラスの屋根に覆われたこれらの美しいショッピングアーケードは現代のデパートや大通りができる前に栄えました。特にギャルリー・ビビエンヌは壮麗なモザイクの床と美しい彫刻で飾られ、アンティークショップや高級ブティック書店が軒を連ねています。ここではパリが誇る建築美を天候に左右されることなく楽しむことができます。パリは世界最高の食の都であり、食の体験は旅の重要な一部です。朝の始まりには地元のブーランジェリーで焼きたてのクロワッサンやパンオショコラを味わうのは必須です。最高のパンを探すにはパンコンクール、バゲットコンクールで優勝したことがあるような店を探すのが間違いありません。昼食にはパリジャンに人気のビストロで伝統的なメニューに挑戦してみましょう。定番はフレンチフライとステーキを組み合わせたステーキ、フリットステアクリテスです。肉の焼き方やソースへのこだわりは店ごとに異なるため、食べ比べをしてみるのも楽しいかもしれません。寒い日には玉ねぎをじっくり炒めて牛肉のブイヨンで煮込んだオニオンスープグラティネ、ソーペル、ウィノンが体を温めてくれます。熱いチーズの蓋を破って熱々のスープをいただく瞬間は至福です。またパリのストリートフードの代表格がクレープです。甘いクレープはもちろんそば粉を使ったガレットアレッテと呼ばれる食事系のクレープハム、チーズ、卵などを包むことが多いもブルターニュ地方発祥の本格的な味を体験できます。そしてお土産にも最適なのがマカロンです。ラッジレやピエール・エルメイエレといった有名店だけでなく、
地元のパティスリーお菓子屋で繊細で色鮮やかなマカロンを探すのもパリの楽しみの一つです。家族旅行でパリを訪れるなら、ルーブルやエッフェル塔はもちろんレアール地区にある子供向けの科学館シテ、科学産業博物館シティでサイエンスエド、ランダストリーは特におすすめです。ここでは子供たちが楽しみながら科学を学べるインタラクティブな展示が充実しています。また、穏やかなリュクサンブール公園での模型、船遊びやセーヌ川沿いの散歩も子供たちにとって素晴らしい思い出になるでしょう。カップルでロマンチックなパリを満喫するなら、サン・ジェルマン・デ・プレ地区の優雅な雰囲気が流れる6区のホテルに滞在し夜は、ムーラン・ルージュのようなキャバレーショーを見に行くのも素敵です。特にオルセー美術館の5階にある巨大な時計の窓の横にあるカフェは、静かにセーヌ川を眺められる穴場のロマンチックスポットです。芸術愛好家や一人旅の方には、大規模な美術館だけでなく、より個人的で集中できる体験を提供するスポットをおすすめします。例えば、オランジュリー美術館ミュゼド、ロランジェリーでは、モネの巨大な連作水霊をその光の移ろいを計算して設計された楕円形の展示室で鑑賞でき、圧倒的な没入感を味わえます。また、カタコンブド、パリパリの地下納骨、銅のようなパリの歴史の暗い側面を探求するディープなスポットを訪れるのも歴史好きにはたまらない体験となるでしょう。そして、パリの街並みをより深く感じるなら、ぜひ週末のマルシェ市場を訪れてみてください。マレ地区にあるパリ最古の屋内市場。マルシェでザンファンルージュマルシェでザンファンルージュは、さまざまな国籍の屋台が並び、新鮮な食材やデリ、そして美味しいランチをテイクアウトできる場所として、地元の人々にも大人気です。ここではフランス料理だけでなくモロッコ料理やレバノン料理といった多様な食文化に触れることができ、パリが真に国際的な都市であることを実感できます。旅行の計画を立てる上で、美術館や宮殿の入場に非常に役立つのがパリミュージアムパスです。このパスは、ルーブル美術館、オルセー美術館凱旋門、サントシャペル、ベルサイユ宮殿のみなど、60以上の施設に決められた期間内2日4日6日などに自由にアクセスできる優れものです。特に入場チケットの購入列に並ぶ手間を省けるため、時間を有効に使いたい旅行者にとっては非常に価値があります。ただしエッフェル塔はミュージアムパスの対象外であることそして、ルーブル美術館のようにパスを持っていても、別途オンラインでの時間予約が必要な施設がある点には注意が必要です。家族旅行やカップル旅行では、写真撮影のスポットも重要です。エッフェル塔のベストショットはトロカデロ広場からですが、凱旋門の屋上からはエッフェル塔を背景にした壮大なパノラマ写真が撮れます。またセーヌ川に架かる橋の中でも、特に豪華な装飾が施されたアレクサンドル3世橋は、ウェディングフォトにも使われるほど美しい絵になるスポットです。パリの街歩きは、どの角を曲がっても絵はがきのような風景に出会えますが、特に石畳の道が多いマレ地区やモンマルトルの路地裏は、雰囲気のある写真を撮るのに最適です。旅の
満足度を最大限に高めるために、パリでの移動宿泊そして、食事に関する実用情報をしっかりと確認していきましょう。まずパリの日程、国際空港シャルル・ド・ゴール空港とオルリー空港府から市内へのアクセス方法です。シャルル・ド・ゴール空港からパリ市内へは、セパリ郊外を走る高速列車を利用するのが最も早くかつ費用対効果が高い方法です。所要時間は北駅まで約45分、料金も約12ユーロと手頃です。ただし、線はスリの被害に遭いやすい路線としても知られていますので、荷物は常に体の前に抱え、貴重品の管理には細心の注意を払ってください。タクシーを利用する場合は、ウガンセーヌ川の北側、ルーブル方面まで定額55ユーロ。サガンセーヌ川の南側、エッフェル塔、ラテン地区方面まで定額62ユーロと定められています。料金は変動する可能性がありますので要確認。渋滞状況によっては時間がかかるため、所要時間は45分から1時間半を見積もる必要があります。パリ市内の移動は地下鉄メトロが非常に発達しており、最も便利で効率的です。メトロは路線が色分けされ、番号が振られているため、初めての方でも簡単に利用できます。チケットは紙の切符カルネから再チャージ可能な非接触型カードナビゴイージーアビオアスへの移行が進んでいます。もし月曜日から日曜日までの1週間パリに滞在し、頻繁に公共交通機関を利用する予定であれば、写真付きの週間パス、ナビゴ・デクーベルト・アビオの購入が断然お得です。これはゾーン1から5までをカバーするため、空港やベルサイユへの移動にも利用できます。パリ市内の中心部、特にマレ地区やサンジェルマン・デ・プレは、徒歩での観光に最適ですが、靴ずれを防ぐためにも、石畳の道を歩きやすい快適な靴を準備することが不可欠です。宿泊エリアの選択は、旅のスタイルによって異なります。クラシックなパリの優雅さを求めるなら、6区の3、ジェルマン・デ・プレがおすすめです。高級ブティックアート、ギャラリーそして老舗の文学カフェに囲まれた。このエリアは夜も安全でロマンチックな雰囲気にあふれています。トレンディな雰囲気と歴史的な魅力を両立させたいなら、4区のマレ地区が良いでしょう。古い街並みがそのまま残され、個性的なブティックやレストランが多く夜もにぎわいます。初めてのパリ旅行で利便性を最優先するなら、ルーブル美術館やオペラ座に近い地区や2区は、主要な交通機関へのアクセスが抜群です。ただしこれらの中心地は、宿泊費が高く夜間は、地元の生活感が薄れてしまうという側面もあります。より予算を抑えつつ、個性的な滞在を望むなら、モンマルトル地区の丘の周辺やカナル・サン・マルタン地区が少し中心部から離れる分、手頃な価格帯で地元の生活を垣間見ることができます。パリでの食事はただお腹を満たすだけでなく文化的な体験です。絶対に試すべき料理とおすすめのスポットを見ていきましょう。パリの食文化は朝食のビエノワズリー、クロワッサンやパンオショコラなどから始まります。早朝から開いている地元のブーランジェリーを
覗き焼きたての香りを嗅ぐだけで、幸せな気分になれます。昼食には、前菜メインデザートから1品ずつ選べる、定額ランチセットフォーミュルミディオムレイディを提供しているビストロを探すのが費用対効果の高い方法です。デザートで試したいのはもちろんマカロンですが、それ以外にも美しいタルトやエクレア、そして濃厚な味わいのホットチョコレートショコラショーホチョラタウド。もう特に老舗のカフェ、アンジェリーナ・イネリナなどで試してみる価値があります。夕食は地元の伝統的なビストロでのんびりと楽しむのがおすすめです。フランス人は夜遅くに食事を始める傾向があり、8時半以降が最もにぎわいます。人気店の場合は必ず事前に予約をしてください。ここで最も重要なエチケットをお伝えします。フランスでは店員や店主に話しかける際、必ず最初にボンジュールマダム、ムチュこんにちは、奥様旦那様と挨拶をすることが絶対的なマナーです。これを怠ると、無愛想な対応をされる可能性があります。反対に、この一言があるだけで、サービスが格段に良くなることが多いのです。退店時には、メルシーをルボワールありがとうさようならを忘れずに伝えましょう。買い物はパリの旅のハイライトの一つです。ハイエンドなファッションから洗練されたお土産まで、ショッピングの選択肢は無限大です。高級ブランドのショッピングを楽しむなら、シャンゼリゼ通り、そして特に8区のモンテーニュ通り、アベニュー・モンテーニュやフォーブール・サントノレ、通りリドゥ・フォーブール・サントノレが世界のトップブランドが集まる場所です。より手頃な価格でさまざまなアイテムを探したいなら、オペラ座近くにある2大デパートキャラリー・ラファイエット、キャルリー・ラファイエットとプランタンがおすすめです。特にキャラリー・ラファイエットのクーポール・アール、ヌーボー様式のステンドグラスのドームは一見の価値があります。また、デパートの屋上テラスは無料で開放されており、オペラ座やエッフェル塔を含むパリの壮大な景色を眺めることができる穴場スポットです。お土産には上質なマカロンフランス産のマスタードや塩、そしてマレ地区の専門店で見つけることができる洗練されたデザインの雑貨などが喜ばれます。非県からの旅行者は一定額以上の買い物をした場合に消費税付加価値税の払い戻しでタックスを受けることができます。購入時に店舗で必要な書類を作成してもらい、出国時に空港の税関で手続きを行ってください。パリの街を安全に楽しむための重要な注意点もお伝えします。パリは一般的に安全な都市ですが、観光客を狙ったスリや置き引きは多発しています。特にメトロの車内、ルーブル美術館の入り口付近、エッフェル塔の周辺、そしてモンマルトルの階段付近など人が密集する場所では常に警戒を怠らないでください。リュックサックやショルダーバッグは体の前に抱えるようにし、貴重品はファスナー付きのポケットやセキュリティポーチなどに安全に保管しましょう。また観光地では署名を求める人や腕にミサンガを無理やり巻きつけようとする人など、さまざまな手口の詐欺師がいます。彼らが話しかけてきてもう目を合わせずきっぱりと拒否することが大切です。緊急時の連絡先は
ヨーロッパ共通の緊急番号で、ある112番、警察、消防救急のすべてに対応を覚えておくと安心です。最後に、パリの旅の計画を立てる上で、季節ごとのハイライトを知っておきましょう。春は、リュクサンブール公園の庭園が、芽吹きパリが最も美しく輝く季節です。気候も穏やかでテラス席でのカフェを楽しむのに最適です。夏は日照時間が長く観光時間をたっぷり確保できますが、混雑もピークに達します。7月14日のフランス革命記念日バスティーユデーには、エッフェル塔で壮大な花火が打ち上げられ街全体が祝祭ムードに包まれます。秋は心地よい肌寒さとともに公園の木々が赤や黄色に色づき、写真家にとっては最高の光が差し込む季節です。美術館の訪問にも適しており、芸術鑑賞に集中できます。冬は寒く湿気が多いですが、12月にはシャンゼリゼ通りやデパートのウィンドウが美しいクリスマスイルミネーションで彩られ、幻想的な雰囲気を楽しめます。この時期はクリスマスマーケット巡りもおすすめです。パリでの旅は、訪れる人の数だけ異なる物語が生まれます。この街は、時に気まぐれで、時に厳格かもしれませんが、一度その魅力に触れると永遠にあなたの心に残るでしょう。それは、セーヌ川のほとりで眺めた夕日の美しさで、あったり思いがけず、美味しいクロワッサンに出会った小さなブーランジェリーの記憶であったりするかもしれません。パリは、あなた自身の五感でそして心で感じることで、その進化がわかる場所です。この動画でご紹介した情報が、皆様のパリ旅行の計画を立てる上での確かな道標となり、生涯忘れられない素晴らしい思い出を作る一助となれば幸いです。最後に重要なお知らせがあります。この動画は旅行情報の提供及びエンターテインメントを目的として作成されておりに、1026-1-4時点での情報に基づいています。観光地の営業時間、料金、アクセス方法などは変更される可能性がありますので、実際に訪問される際は、最新情報を必ずご確認ください。また、この動画で使用されている画像の多くは、技術によって生成されたものであり、実際の風景や施設とは異なる場合があります。実際の訪問体験の参考として、ご覧いただき詳細は、公式サイトや現地での確認をお勧めします。安全で快適な旅行のため、現地の法律や文化マナーを尊重し、十分な準備をされることをお勧めします。この動画が皆さんの素敵な旅の計画にお役立ていただければ幸いです。